カリって本当にうまいから。行ってきます。小さな店だけどお客様の声からもその雰囲気がいいとかスタッフのが素晴らしいねっていう声を聞くのは自分の中ではめちゃくちゃ嬉しいことですね。いらっしゃいませ。よいしょ。おはようございます。外の温度多分10度もいってないですよ普通に。寒いですね。ですよね。ですよね。サラダ屋さんになります。店がかなり狭くてこちらでこんぐらいのかなり狭いスペースでやっております。これどうして中は取ってるんですか？サラダにした時にトマトのその中の部分取らないとこう水っぽくなってくるんで、ドレッシングが薄まったり水分だけは取るようにしてますね。あ、すみません、ちょっと撮影でお邪魔します。よろしくお願いします。お疲れ様です。そうなの。マジ。本人自ら。お疲れ様です。よろしくお願いします。母です。自分の母です。よろしくお願いします。なんかその手作業のこだわりってあったりするんですか？ちゃんと包丁研いでるので繊維を傷つけなくて鮮度は保たれますね。こっちの手作業の方が。あ、お邪魔します。すみません、よろしくお願いします。未来です。あ、そう。はじめまして。すごい、はじめまして。すごいめっちゃ似合ってる。ありがとう。髪の毛切って。めっちゃ長かったのに。あ、ここの中での。なんかどういった役割っていうか業務っていうか、統括。ちょっと裏のドンみたいな。なんかちょっと。それはまさこさんです。いや違いますよ。表に出つつあるから裏のドンが。なんでやねん。2人ともっていうことで。裏のドンがいっぱいなんだよね。そうそう、裏のドン。ドンの方が多いかも。裏のドンで成り立ってるからね。これ全部大根なんですけど、緑と赤と白と、今日はこれを季節のお野菜としてトッピングします。10時15分入ってます。あ、今の時点で15件ぐらい入ってますかね。平均100はいくよね。100はいくね。おはようございます。あ、お邪魔する。おはようございます。よろしくお願いします。仕入れをしてきたので。
早くしてもらっていいかな。早くしてもらっていいかな。すいません。今ここだな。日は声張んないとみんな通らないよ。大丈夫だよ。声が通るからみんな。この狭さだからめちゃくちゃいいよねっていう部分ってあったりします？いいよね。なんかこうそんなにない。ないかな。フェイストゥフェイスでなんか親密になるね。それぐらい。それぐらい。あたいがこれもあたいが作りました。こちらも値がつくあたいが作りました。こちゃんの彼氏の面接じゃなかったの？あ、だった忘れてた。すっかりこれはうっかり。今の使おう。やっぱり絶対使おう。ちなみになんかどういった時にやりがいって感じます？私、はい。やっぱりなんかみんなお客様が喜んでくれてる、でなんか元気になったとか、毎日ね一生懸命取りに来るサブスクのお客さん、なんかみんな喜んで「まあ間に合った」みたいな感じで来てくれると、楽しみにしてんだなと思って。それ直接聞けるってめちゃくちゃ嬉しいですよね。嬉しいですよね。私も受付にはいないけどここで作ってて健康診断の数値が良くなってるとか、今日はみんな健康意識がみんな高いから最近、だからねなんかみんなが喜んでるこう言葉を聞けるとなんか嬉しいなって思いますよね。スタージュ2つ入ってるわ。お願いします。お電話ありがとうございます。ベジ&ミー高麗店です。4時50分にチキンが2、シュリンプが2、ラップのタコス4、イモーレが2です。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。セゴ丼とこれはセゴ丼っていうサラダで、セゴ丼は最後高森のね、なんですけど、鹿児島ならではの焼き芋だったりとか、黒豚ローストポークだったりとか、じゃこ入ってないですけど、じゃこも鹿児島県産のものを使っていたりとかして、鹿児島ならではのトッピングのサラダです。そうです。何個だったの？痛そう。何を切るって？ベストを尽くしてもらって。裏でからもらえばいいんだ。行ってきます。これはどこ行くんですかこれから？今から南国ビルに出張販売に行ってきます。こっちです。これ結構急がれてるんです。もう結構急いでます。みんな待ってるんで。じゃあ行頑張ってください。
ました。ちょっと重いです。ごめんなさい。朝までなので、はい。ありがとうございます。あ、いいですよ。そのままで。ありがとうございます。今作りますので少々お待ちください。そのままのお手渡しで大丈夫です。ありがとうございます。お待たせしました。チキンのサラダです。ありがとうございます。明日かけましたので。練習が6日から。はい。お願いします。ありがとうございます。来るお客さんめちゃくちゃいい笑顔ですね。ありがとうございます。それが売りなんで。女子で。だよ。女子会しない。女子会しようマジ。一回女子会しよう。一回女子会しよう。勝手にいいんでしょうか。いいよ。多分いいって言うはず。女子会するねって言うわ。こんにちは。女子会。こんにちは。何を盛り付けされてるんですか。これは今コリアンのサラダを韓国風のコリアサラダ。もやしのナムル。その同じお値段のトッピング同士だったら無料で交換してるので、ドレッシングとかも変更できるので無料で結構されます皆さん。実は子供の保育園の先生です。そうなんですよ。サブスクをやっと頼めて、もうめちゃめちゃ頑張って。頼めて。秋が出たよってタイミングで、やっと。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。紙貼ってるので伝票を。すみません。開けてください。ありがとうございます。すみません、いつもありがとうございます。友達のもいっぱいありますけど、これはコリアですね。私キュウリが苦手で枝豆に変更してもらいました。タコスとタコスとセゴ丼。セゴ丼と私はコリア。あとは友達の取りに来ました。私は夕食の一品にしてますね。そう、なんかこんなにいろんなものを自分で用意するってなると大変なので、私自分で買っちゃうとダメにしちゃうことが多いからありがたいです。ちょっとずつ取れるので。でも来やすいし、店員さんもみんな優しくて、すごい、なんだろう、いい店ですよね。ね。ありがとうございます。コリアを2つ。タコスとこれがチキンです。迷って2種類ずつ買って帰って公園で食べたんですけど、全部美味しくて、ちょっと紹介したいなと思って。はい。シュリンプとチキンですね。はい、すいません、インタビューしてもらって待ってたんですけど。すいません。焼き芋。ありがとうございます。すみません。食べてください。ありがとうございます。いただきます。食べて痩せたと思いますよ。まだ。お昼お腹いっぱいになります。これ以外に食べなくて済みますか。このチケットです。すごくお得にいただいてます。いいんすよ、このなんかエビとね、このオリーブの感じがたまんないですね。もうバッチリですね。もうこれがないと生きていけないです、本当。たまでした。ありがとうございます。なんか野菜を食べたいっていう人が多くて、なんだろう。サカツっていうやつ。サカツだね。サラダ活動をしてもらってます。だけど。なんかサブスクのお客さんはそのコレステロール値がめっちゃ下がったっていうお客さんがいたりとか、あと風邪がなんかひきにくくなったっていう人も結構聞きます。うちがその定額制のプランも販売してまして、1日1個購入できるプランで1万2000円と、1日2個購入できるパターンで1万9000円ですね。月額。サラダ毎日食べれるもの、
定額にしたら面白いんじゃないかと思って最初スタートしたらもう反響がすごいいただいて、数字言うと90名から100名ぐらいの会員さん、月の会員様がいらっしゃるっていう、この金銭的なとこっていうのはベースがある分いろんなことにチャレンジできてるなっていうのは思います。お客様にもそこは感謝ですね。飽きないというか、毎日でも食べられるようなものっていうのが野菜の魅力なのかなっていうのは思いますね。失礼します。注文の数、レジを通った数でいいですか？はい、サラダが7点、サブスクが30点、サラダラップが6点、スープが10点、ドリンク1点、野菜3点です。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 そうだよ。どうぞ。ありがとうございます。うまいな。これがうまいんだよな。しみるね。しみる。店長をやらせていただいてて、お店ができるまでの間一番きつかった時ですかね。お店ができなかったので、これ天文館でリアカー引いたりとか、もういろんなところで間借りして野菜の販売だったりとか、そうですね、やっぱりみんなにこう気持ちよく働いてもらえる環境だったりとか、働きやすさだったりとか、お客さんに喜んでもらえるようなっていうのを常日頃考えてます。なんていうんですかね、みんな一人一人明るいし元気だし、意識して作ったっていうよりはみんながそういうふうにこうしてくれてるというか、すごい本当にいい人ばっかりなので、なんか自然と出来上がったお店って感じですね。やっぱり、周作がこう人に喜んでもらったりとかっていうのをすごい大事にしてるので、なんかそういうところには僕もそういう社長が大事にしてるものを大事にしたいなっていうのを思ってやってます。そうですね、周作の人柄で言ったらやっぱ周りにも気を使い、他の人たちにも気を使いで、なんかその人間味らしいところがすごい好きでついていこうって思ってます。きっかけはもともと何かを作り上げるのがすごい好きなタイプなのと、あとみんなで何かするっていうのがすごい好きだから、もともとインスタ担当してたんですけど、インスタでオープン前からちょっと反響あって、オープン当時からすごくお客さんも多かったので、なんかもっと頑張ったらと思ったらなんかやりがいあるかなと思ってやってるやってるそうですね、周作が人がすごいいいから、なんかこうヘマとかしてもサポートしようって思うし、なんか周作がやってるからもっと盛り上げて現場の方で盛り上げようって思います。人がいい、とにかく。どういったところかな頑張ってちょっと絞り返しますどういったところかな。優しいのと彼しかやってないそうだよ彼しか基本的に自分が何かしたいっていうタイプで、自分で行動したいって思うタイプなんですけど、それを自由にやらせてくれます。サラダ屋さんといったらベジ&ミーって全国でなるように、全国でこう認知度が上がるようにいっぱい店舗出したいです。ありがとうございました大丈夫これ大きな病気したんですよ、次男が。小学校の時に。で、その時1年ぐらい入院してた時に、やっぱりこう、なんていうんですか、夢半ばで亡くなる子もいたし、そういうのを一緒に、親子で、こう見てきてて、で、そういう、こう、夢を叶えられなかった子たちの
その子たちの分まで直接何ができるっていうわけではないけど、やっぱりそれがどっかでいつかつながっていければなっていう思いはなんかいつも心の中にあるっていうか、だからやっぱり息子も人にも恵まれてるっていうこともあるんですけど、なんかどっかにそういう10歳ぐらいの時に体感したことが今に伝わってるんじゃないかなという思うと、元気で頑張っていることが感謝です。そういろんな農家さんと関わる中で、それぞれの農家さんが皆さんすごいいいものを作ってくれてるのに、広まり方がまだまだ薄いなって思って、この野菜をもっとたくさんの人に届けたいって思ったのが最初のきっかけですね。僕としては生産者の顔っていうのを見て商売をしたかったっていうのが一番強かったので、もう何もつてもないところから畑に行って険しいところも入ったり しながら農家さんとコミュニケーションを取るところからスタートしました。自分の目で見て野菜を剪定したかった。ただ自分はもう昔から人のために何かしたいっていう思いが強かったり、人が喜んでる顔が好き、もうそれは小さい頃からそうだったので、そこは意識してるわけじゃなくて、そういう生き方をしてきたのかなっていうのは思います。あと主な理由は、それぞれ、やっぱ得意なことっていうのがはっきりしてるメンバーが集まってて、そこを最大限生かしてもらうような、役割分担っていうのをお願いしてますね。僕雰囲気がいいのはもちろんなんですけど、そこはやっぱお客様にも伝わってくるところですし、お客様の声からもその雰囲気がいいとかスタッフが素晴らしいねっていう声を聞くのは自分の中ではめちゃくちゃ嬉しいことですね。ベジ&ミーっていう小さな本当に 2.6 坪という小さな店だけど、自分は関わってくださる農家さん、お客さんも全て、たくさんの人の笑顔につなげていけるような店作り、そして全国展開を目指して頑張っていきたいと思います。今日は今からお世話になっている農家さんのところに今から行ってきます。その前にちょっと寄りたいとこあるんで。お疲れ様です。桜島コミカンを食べてください。足どうですか？足は来てます。今だいぶ落ちて75ぐらいまでは。75。まあ、はい、こんなもんですかね。まずは体脂肪率があんま変わんないからちょっと、はい、もうちょい後ろとして、そうヒットですね。ありがとうございます。お疲れ様です。ラーメンは大盛りで。ごちそうさまでした。それじゃあ農家に行きましょうか。よいしょ。お疲れ様です。じゃあお疲
すいません今日は撮影に。こんにゃくも作ってるんですか。じゃあどのくらい住まれてどのくらいになるんですかここら。もう私はなもう生まれた時からこうやってよ。もう今このあれ野菜をこれ必死やもんな。必死ですよ。必死。よく頑張ってると思う。本当に。ありがとうございます。ああ。頑張ります。よく頑張ってる。ボランティア活動もしてる。この地域の子供たちを連れて。クリスマスプレゼントをな。はい。今渡してきた。本当ですか。今日ほえは畑が一番いいのにな。畑も行きます。行くでしょ。中井さんのなんか今ありますっけ。ある。ちょっとある程度あるから。早いね。早ない。そう。めちゃくちゃ早いね。白菜、キャベツ、また大根、ブロッコリーな。これのうちのサラダで彩りで紫キャベツとかも使ってる。もしもし。はい、どうもな。まだ1ヶ月ぐらい多分。今な。で、今からそっちからどっか30分はかどうか。朝着いたら電話して、親、今、ちょっと畑おってよ。紫のこのキャベツって、なんかこう育てるにあたって、なんかこだわりとかってあります？こだわり、堆肥いっぱい入れる。肥料ですね。堆肥いっぱい入れないとまかないわけな。堆肥入れないとまかない。だからこれは、鶏粉でしょ。鶏粉、とんぷん、牛粉。それだけ入れてある。だから、あれ葉っぱ大きいでしょうが。まだ。これが大きいからは。今からこれが大きいってことはな、肥料が効いてるってことや。これはもう肥料が入りすぎてるわけよ。入りすぎてもう肥料がすごい入れてる、入れてるから土の栄養がそうたっぷりだから。たっぷりやな。たっぷりだと普通のレタスとどういったところが違うんですか？葉っぱがこう巻いてこない内側に。でもふわふわのキャベツとか白菜になっちゃうけど。肥料がそう栄養があるとこう中の方でどんどん巻いてくるのこう。ブロッコリーもこれサラダに使ってます。使ってる。はい。もう絶対美味しいしな。美味しかったはずだよ。中吉さんは全然薬を使わないのよ。農薬。無農薬で無農薬で作ってるから。薬を使うとやっぱり健康にいかんもんな。あれじゃがいもと。あれじゃがいも。これはな、ほんとな、美味しいがお。美味しいっすよね。今ポテサラダするわけよ。ポテサラダ美味しい。そう。これも店で使ってます。彩りにいいんでサラダの付け合わせに紫大根。これが。そう。こうやって彩りのいい野菜を使ってます。仲間青。グリーン大根。中も緑。カラー人参ですね。カラー人参。これ生でも甘い。生で食べたら甘くて美味しいですよね。これが小餅キャベツ。これ生で。美味しい。これは小餅キャベツ。土もうまい。土も。カリって本当にうまいから。本当に甘い。甘い。これめっちゃすごい甘いです。これ甘いよ、本当にな。甘いというかな。生でも本当に。そう、生でいける。もう生でいけるわけで。美味しい。てか野菜はこの収穫してすぐ食うのが何でもうまい。ビジミンはもうこれを集荷に来て農家さんの野菜収穫したその日から販売するのとサラダにも使うので鮮度はいい自信はありますね。で、美味しいな。このあれも美味しいですね。美味しいや。これもちょっと。これもいただいてます。どういった思いがありますか、その収穫に対して。人がいいからな。人がいい人だからそれで約束を守ってもらえるからは、だからいいんですよ。嬉しいですね。あんな言葉をいただけたら。
あ、どうぞ。ありがとうございます。本当これ YouTube でするんだったら、本当みんな見てもらってよ。うわっちゅうじゃないといかんよな。そうです。せっかく。もうせっかくだから。はい。本当に。本当に。たくさんの方が見てくださる。もう見てくださってよ。でも本当に。うわ、すげえっつうのがないと、あ、こんなの使ってるんだちよ。ですよね。これがこういう畑でよ、してるんだちゅうのが分かれば映像に残せたらいいんで。絶対もうやっぱりこう YouTube の場合ですよ。ポイントをこう見てもらおうのやっぱりその何がポイントですかね。こだわりです。こだわり。ああ、野菜なんかのこだわりな。だからお客さんはな、もう安心してな、もう食べられる。確かに安心して、もうだからこれだけはこだわってるわけだから、ほいでも種まいて、で芽が出てきた、ほら芽が出てきたね、今度は3日で出てきた、1週間で出てきたんでよそれであんなこう見て、もう毎日来てるやん、もうそれは楽しみだもんな。そうですよね。ああ楽しみ、これが楽しみ。この成長みたいな。そうそう、我が子みたいなもんで出るのでな。店側としてはこれをうまく使ってもらいたい。そうですね。うまく。そこからは僕の役目なので。そうそう。もうそこからは亀屋さん、こちらが生産する。こちら今度はそういう演出とかを、もうそれを販売の方で、こっちはもう自信を持って出すからですよ。だから今度は自信を持って出してもらいたいな。そうですね。僕らも。お客さんの方で要望があるな野菜をあったら言うて。ああ、わかりました。本当にそれは作っていきますから。都度言うようにしますので。ありがとうございます。そんなエネルギーがあるんですか。そう。最初から出会った時からですよね、中安さん。元気満々で。好きだからね。常に名前向きでいかないかんので。本当。本来やったら一つの選択肢としてゆっくり過ごすっていうのもあると思うんですよ。でも僕今日初対面でいろいろこう見ているとすごいこうアグレッシブなんかエネルギーに満ち溢れてる。いろんな活動をしてるし。マッサーしてるとかさ、だからとにかく人が喜んでもらえることが一番だし、それで人の役に立つことを私は自分の家のトイレに貼ってるんだけど、人のためになる役に立つ、喜ばれる人間を目指してるんですよ。ああ、なるほど。それを目指してる。その通りじゃないですか。いやいや、それを目指してるよ。本当に。パンティみたいになんかやっぱこうわっちお客さんがこうな YouTube を見て行ってみたい見てみたいしよ思ってもらったらもう最高ですね。最高だよな。本当に。その通りです。だからそういうのがまだ足らんもんがあったとかなんかこういうふうにした方がいいっていうのがあったらまた言うてください。努力しますから。本当に。ありがとうございます。それでどっちもの伸びはねかんで。そうですね。お互いで盛り上げて。はい。ないか。すみません。どうもまたすみません。どうも。ありがとうございます。終わんないや。いや、山頂持っていかないで。大丈夫です、大丈夫です。桜島の僕が取ってきたんで。それな、どうも、それ、またよろしくお願いします。ありがとうございます。そう、逆にパワーもらうから、いつも。本当に。ここがサラダに使っているトマトを仕入れさせていただいている農家さんのとこですね。結構大規模農家です。だいたいプール36個分と僕は聞いてますね。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもサラダで使っているトマトを仕入れさせていただいている鹿児島農園さんです。はい、代表は父がしていて、で自分と弟と一緒にハウス内の環境制御だったり作業工程とかいうのを管理してます。一つ気になったんですけど、なんかすごいこう近くに蜂が飛んでいて、この花を受粉させるために蜂に
働いていただいて、で蜂が花にくっついて蜜を吸うことで花の受粉を促して果実になるようにっていうふうに一緒に働いてくれてます。6箱蜂の巣があって、そこに一応これが蜂の巣になってます。ここから今出てきて、これはなんか何をしている？一応ここでハウス内の状況が全部わかるような形になってます。ここで温度、今の温度、湿度、一番トマトの適正温度っていうのはだいたい20度から25度ぐらいになってるので、そのぐらいを保てるように一応設定はしてます。普通の土ではなくて排水性がいいヤシ殻っていう素材を使ってます。木くずみたいなものなんですけど、これが排水性がすごくいいので、水が根っこの付近に溜まりすぎてると逆に根を傷めてしまってトマトにとって良くない状況になってしまうので、排水性がいいヤシ殻っていうのを使ってトマトを循環できるようにしてます。カメラが気になってるんですけど、これ何を撮ってるカメラなんですか？これは植物体温度を測る計測カメラになってます。今のこのトマトの温度って分かるんですか？分かります。これも携帯で一応見れるようになっていて、見てもらったらなってます。これが実際のハウス内の温度と植物体の温度っていうのにちょっと差があるので、実際の植物体温度は何度なのかっていうのを把握するために、この植物でこの茎とか葉っぱとかの温度をカメラで見てるということです。ジャンドミさんにこう下ろすようになって何かこう良かったこと嬉しかったことってありますか？ちょっとトマトを直接店舗の方に持って行った時に、このトマト食べたことある、美味しかったっていうふうにお客さんに言っていただいたことがあって、それがとても嬉しくて持ち帰ってみんなにも話しました。嬉しいですね。僕もそう言ってもらえたら僕もまた頑張ろうと思うので、今後もサラダ屋を通していろんな人の笑顔を見れたらと僕も思います。ありがとうございます。お願いします。